あの漁師の仕事がなければ数々の名店の寿司は別物になっていたであろう。瀬戸内海来島海峡、激しい潮流と豊かな魚種を育むこの海で、一人の漁師が究極の生きた味を求めて漁を続けている。愛媛県今治市大島、この海が彼の仕事であり人生そのものだ。愛媛県今治市宮久保町、瀬戸内海の島々が点在し、かつて戦国時代には村上海賊がその海域を支配していたとされている。ここに今や料理業界で日本一有名と言っても過言ではない一人の漁師がいる。その名は藤本純一。瀬戸内の海を知り尽くし、神経締めの技法で魚のクオリティを高める藤本氏は、近年日本中の星付き店や予約困難店などのトップシェフたちからの仕入れ依頼が絶えない。今回特別に藤本氏の漁に同行させていただき、彼の仕事哲学や地魚の素晴らしさを取材した。今夕方の16時半です。ここから長い船旅が始まります。藤本さん、今日の漁はメインの魚は決まってるんですか？今日はタイばっかり。タイばっかり。日が暮れて網入れぐらいです。日が暮れて網入れで、2時ぐらいにはここの港に帰るんで。藤本さんが使う技法は底引き網漁と呼ばれる漁法です。まず海底に網を下ろし、船で引きながら魚を取っていきます。今回は7回分海底に網を下ろし引き上げるシーンを取材。潮の流れや海底の地形を読み、できるだけ良い状態かつ限られた回数で水揚げするために、経験に基づいた漁場の探索が求められます。藤本さんの底引き網漁はただ取るための漁ではなく、次に使う料理人のことを考えた漁です。藤本さんの神経締めは、まず生け越しから始まります。取った魚を即出荷せず、24時間以上生けすの中で魚をリラックスさせます。取ってすぐの魚はストレスを抱えており、体内に蓄積された疲労を抜くためです。何匹かタイ引っかかってるじゃないですか。釣ったら神経締めまだしないんですか？取れてから次の網もそうやけど、上がるときに暴れて上がっとるけ、それを休ませてから締めるのは明日。港に帰って、いろいろいけすに入れてゆっくり休ませてから、暴れたストレスを抜いてから。なんかお腹のところにプシュって刺してたじゃないですか。あれは何ですか？あれは空気抜き袋があって、で水圧があってちょうどよくなってるのを上に上げとるから、大きい袋が膨らみすぎて自力では治らんと。でその手伝いをしてる。でその取ったタイは今海水同じちょっとそこにいるんですよ。そう船の底を振り抜いて海水が入るようにしてる。あとさっき今これ美味しそうだねって言ったタイあったじゃないですか。あれも見るからに感覚が違かったんですか？見たら分かるし、なんか鱗がすごい綺麗で見た目が綺麗だから美味しいとかでもないんですか？でも綺麗な方が美味しいことが多い。べっぴんさんのメス。なるほど。タイ自体はやっぱり減ってますよね。数は減ってます。減ってる地域と増えてる地域が、青森とか北海道とかは増えてる。なので冬が寒くて越せなかったのが冬越せるようになって、で餌がいっぱいあるんですよ。ホタテの養殖とかホヤとかで、そうすると結構殻に落ちたりするんで、それを本当に金魚すくいぐらいないんですよ。時刻は今21時半です。港を出てから約5時間経ちました。今5時間経って3回網引っ掛けてやってます。今4回目の網をかけたところです。予想以上に一匹一匹のタイが、あるいは他の魚がとても貴重なんだなということをすごく今感じています。
藤本さんから届いたって東京のお店とかだと、まあ、そう言うじゃないですか。で食べ手側からすると全部藤本さんが釣ってるのかと思ってて、僕はこうやってタイばっかり取って、僕は船に乗って締め方を教えて、僕は気に入る魚しか売らないんですよ、はいはい、基本的に。はい。現在午前1時30分です。約9時間の漁が終わりまして、今治の出港した港の方に戻っています。場所によってちょっとずつマダイの数だったりとか、それ以外のハモだったりイカだったり小魚だったりっていうものがちょっとずつ種類が違うように感じました。これも一つ瀬戸内といっても場所とかそのポイントによって上がる魚、住んでいる海域が違うんだなっていうことがなんとなく分かりました。すごく貴重な漁体験でした。藤本さんが高く評価される理由の一つが魚の神経締めです。神経締めとは魚の鮮度と身質を最大限に保つための処理で、魚に余計なストレスをかけないことが何より大切とされています。まず魚の動きを落ち着かせてから脳の機能を素早く止め、その後背骨に沿って神経を断つ処理を行います。さらに適切に血抜きをすることで雑味や劣化の原因となる成分をできるだけ取り除いていきます。この一連の処理は魚の身の締まりや甘み、色合いにも大きな差を生むとされています。藤本さんは魚の扱い方自体にも細心の注意を払い、状態に応じて処理の仕方を調整することで、次に手にする料理人にとって最良の状態で魚を届けています。神経締めというパートがあるじゃないですか、プロセスは。それがもう藤本さんの今会社で、いろんな漁師さん持ってきたものを、藤本さんが仕立てて、藤本ブランドになっていくみたいなことも結構やってらっしゃるんですね。そうですね。もう愛媛はほぼ全域に声かけて、サワラとか、アマダイとか、白マダイとか、生かして持って来れないものはもう現地の船で締めてもらえるように、船乗せてもらって、やり方を伝えて、こうやってくれたら価値がちゃんと伝わるよっていう締め方をしてくれてるんで、それを買わせてもらって売るっていう魚屋さんの仕事も結構な割合でしてはあります。で、締めるは結構難しくて、締めるは生かして持って帰ってもらって、うちの会社で締める、売るは担当すると、うまくいくんじゃないか。漁師は取るのはプロやけど、締めて目利きして流通さすは魚屋さんの仕事やったり、市場の仕事やったりするんで、なかなかそこの部分は繋がらないんで、それは間に得意なやつがやった方がいい。漁師なんで取る方頑張ってもらって、あと取り方、魚を炒めずに取る、いい状態で取るっていう方を教えた方が良かったんで、今それになりました。現在朝の4時でございます。漁も終えて神経締めを終えて、また最初出港した港にやっと帰ってきました。前日の16時半に出港したので約12時間弱ですかね。11時間半から12時間ぐらい、ずっと船の上にいたことになります。なかなかこんなに船の上にいる経験はなかったのでとても貴重でした。そして藤本さんの魚の貴重具合もありがたみも、すごく感じる取材になったと思います。この魚がどう寿司に化けていくのか、この後がすごく楽しみです。これ昨日取れたやつですか？おとついやね。昨日出てないのか。昨日休んで、おとつい。今日はこいつが一番いいよ。手前ですか？色がすごいなんか黄金色ですね。黄色くなっていくやつかな。車寿司と河野さんと高山。昨日は買い遅れてなくなりました。地元の高級寿司用に。地元だけ注文を受けて毎日そのスーパーに取りに行く。そういうことですね。なるほどなるほど。
現在博多島では藤本さんが中心となって進めているオーベルジュ計画があります。きっかけとなったのは全国の料理人と共に行ってきた食の取り組み、瀬戸内の魚を最も良い状態で届けることから始まり、その価値を体験として伝える場を作りたいと考えるようになったとのこと。このオーベルジュ計画では瀬戸内の海で採れた魚介を軸に一流の料理人が料理を手掛け、食と宿泊を一体で味わえる空間を構想しています。藤本さんが目指しているのは料理を食べて終わる場所ではなく、漁業、農業、酪農、そして島の時間そのものをじっくりと感じてもらうこと。宿泊棟は3棟建設予定で、レストランは2つ、博多島の赤基地が移転し、さまざまな一流の料理人がシェフとなる虹基地がオープン予定。漁師として培ってきた経験を土台に愛媛の食文化を未来につなげる、そんな思いからこのオーベルジュ計画は描かれています。出てきた港がそこ。昨日の。で、このまっすぐ前はうちの家が見える。ああすごい物件だ。で、取れるところからお金をいただいて、日本人の食事、宿泊をいかに安くするか。15万やったら売らなくても、10万やったら社長が。で、10万でやれる方法を考えたときに、その満足度が高い人からいっぱいもらうっていう設計は絶対に。じゃないとみんなが15万になって、そうね。もう飛行機のファーストクラスと同じ設計で、お久しぶりに会ってすごい藤本さん自身のアップデート感がすごいと、かなり前に進んでらっしゃるなっていう。こうやって漁師っていうだけいろんなところに興味があって、ありがたいことにいろんな協力してくれる仲間ができて、で、俺これできるよ、私これできますって結構協力してくれるんで、まあその恩返しはもう金銭的にはさっき言ったように結構厳しいんで、ここで利益を上げる、利益よりは評価、このチームにおったことが名誉のことになるような評価を取る。具体的にはまあミシュランだったりとか、世界のベストレスト、アジアのベストレストで入るようにしたい。でも今のそのモチベーション、いろんなことにチャレンジっていうのは一番の起点になって、美味しいもの食べたいのか、地元に貢献したいのか、魚が好きだとか。全部ですね。一番は魚好きやし、自分が美味しいもの食べたいが今になるのが一番。もう全部一番です。今地元も大好きだし、まだ知られてないんで、人さえ来てくれたらもっと評価されるんですよね。静岡の焼津やったりとか、金沢やったりとかみたいなポテンシャルはちゃんとあるのに、まだ評価されてないんで、もっといっぱい人に来てもらって知ってもらうと、もっと評価してくれて、食の街、観光の街としてもっと発展するんじゃないかと思っています。最後に漁師藤本純一のこれからについて、博多島にある赤基地でそのビジョンを伺った。僕食べるのが好きで、魚が本当に好きなんで、世界で一番うまい魚が何なのかを人生の目標として知りたいというのが、夢というかありまして、素敵です。でそのためにただ海外に行ってそこの市場で買った魚、もしくはトップシェフが作ってる魚を食べるだと、僕が思う美味しいにはたどり着けないっていうのが分かって、僕が思う美味しいはちゃんと締められた魚、処理された魚の締めでの魚じゃなくて、でつまりその寿司和食になってもちゃんと美味しい食べれる魚、美味しく食べれる魚になると、その締めるっていうのを仕事にして世界中の魚を僕が締めるようになれば、僕のクオリティで食べ比べができるようになるんで、それを仕事にしちゃおうというので、今海外年間5、6カ国行ってその締めるっていう文化を売り込むというか、僕が今漁師でやってて、魚締めて、で流通も自分でやって、でトップシェフに届けるっていうところをやってて、例えばフランスのパリでやるとしたら、モン・サン・ミッシェルとかブルターニュとかのいい魚を使うようになると思うんですけど、だからそうなった場合にパリの三つ星たちにそのクオリティの魚を届けたら、また魚の状態が変わると料理の火入れが変わったりとか、ソースが変わったりとかのイノベーティブなことが起こる可能性が高いんで、お寿司、お刺身クオリティの魚からスタートすると、選択肢がめちゃくちゃ増えるじゃないですか。今だと結構がっつり焼いて、で香辛料を効かしたりとか、ハーブを効かしたりとか、いわゆるその魚の生臭さをちゃんと消して美味しくするっていう
料理方法が主流やけど、そもそも生臭くないいい状態の魚だとその焼き加減も違うし、付け合わせも違うし、ソースも変わってくると思うんで、そうなった時にどんな料理になるのかを食べてみたい。今まで行った国でちょっとここは面白いな、もちろんそれぞれの国個性あると思うんですけど、印象に残ってる国とかエリアありますか？毎回ワクワクしながら行くけど、結局日本すごいなって思って今のところは帰ってきています。ただまだまだ10カ国10何カ国行っただけなんで、まだまだ結論は早いし、日本は本当にこの魚の種類とか品質もそうだし、締め方、処理、あと流通もう全てにおいて今のところ世界で一番恵まれてると思っています。回って納得いくまで試した結果、死ぬ前にやっぱり僕の好きなのは自分が取ったタイなんやって分かったら一番幸せですけどね。次回、国内外の美食家たちがわざわざ足を運ぶ愛媛県今治市と広島県尾道市を結ぶしまなみ海道の道中に浮かぶ博多島赤吉にて、藤本さんにも同席いただき、究極の寿司体験をお届けします。お楽しみに。